皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国資本による土地の買い占めについてです。実例として今回取り上げるニュースというのはオーストラリアのニュースで、オーストラリアには様々な観光地があります。その中においても自然豊かなグレートバリアリーフというのは世界的にも多くの観光客を引きつける場所です。しかし、その一つの島において中国資本が土地を広大に買い占め、それによって元にいた住民というものを排斥する形で、その島を中国人専用の島にしようとしているといったニュースが流れています。今回取り上げる話というのはあくまでもオーストラリアの話ではあるものの、このような振る舞いというのは同じように日本でも十分起こり得る話なので、非常に興味深いものだと私は思います。というのも日本においても非常に有名な観光地である京都などでは中国資本の買い占めによって古い長屋などが日本人から中国資本へと一斉に切り替わるようなことというものも実際に起きていますし、日本人の知らないところで日本の土地が中国資本へとどんどんと侵食されているといった現象はすでに起こっているからです。それではオーストラリアで中国資本が土地を買い占めると一体何が起こるのか、ニュースを見ていきましょう。オーストラリアの島を買って住民の立ち入りを禁じた中国企業に怨嗟の声。楽園のような島を買ってビーチや滑走路へのアクセスさえ禁じたのは中国人専用の観光地にするためか。オーストラリアの島の土地を買い上げた中国の不動産開発業者がオーストラリア人の立ち入りを禁じて住民や観光客が不満を募らせている。問題のケズウィック島は人気の観光スポットとなる可能性を秘めた島だが、チャイナブルームという企業がその一部を買った。島の住民は同社が楽園のようなこの島の一部地域への立ち入りを禁じていると訴えている。住民によれば、チャイナブルームは住民のビーチへの立ち入りやボートでの着岸を禁止、滑走路へのアクセスまでも禁じたという。島に住む複数の家族は、チャイナブルームはこの島の観光業を死に追いやろうとしていると訴える。住民が所有する物件を Airbnb で観光客に貸し出したり、宣伝したりすることも禁じられたというのだ。彼らはオーストラリア人を島から追い出したいのだと思うと、元住民のジュリー・ウィリスはオーストラリアのニュース番組カレントアフェアに語った。彼らはこの島を中国人向け観光専用の島として使いたいのだろう。ウィリスとパートナーのロバート・リーによると、2人が抱えた問題はさらに深刻だったという。というのも、2人は2月になって、それまで6年間にわたって借りていた不動産から3日以内に退去するようチャイナブルームから言い渡されたからだ。2人は物件を購入しようとしたが、チャイナブルームから物件に不具合が生じた場合の修理に充てる費用として、保証金10万オーストラリアドル、日本円で770万円を要求された。ウィリスはこう語る。彼らは私たちが物件を買うのを諦めるよう仕向けていたのだと思う。私たちにここにいてほしくないのだ。ケズウィック島はウィットサンデー諸島に属する島の一つで、オーストラリア北東部にあるクイーンズランド州の海岸線の中ほどの沖合に位置する。ケズウィック島の大部分は国立公園に指定されている。クイーンズランド州資源局の広報担当者は、チャイナブルームと住民の間に存在するいかなる問題も解決されることを望んでいると述べた。中国とオーストラリアの間では最近緊張が高まっている。中国政府当局者がオーストラリア軍の兵士がアフガニスタン人の子供を殺そうとしているように見える偽画像をツイートした件では、オーストラリア政府が中国政府に謝罪を要求。オーストラリアは新型コロナウイルス感染症の発生源に関する調査を要求する動きの先頭に立っているほか、中国政府によるオーストラリアへの内政干渉にも神経を尖らせており、両国の関係は悪化の一途をたどっている。今回中国企業が好き勝手にしているケズウィック島はウィットサンデー諸島にあると記事の中で出ていましたが、ではどのような場所かオーストラリアの政府観光局のページを見てみましょう。ウィットサンデー諸島ガイド。ウミガメや色鮮やかな魚と一緒に泳ぎ、グレートバリアリーフの澄んだ海をセーリング、そして世界で一番美しいビーチを歩く。ウィットサンデー諸島でトロピカルな休暇を過ごしてみませんか？ウィットサンデー諸島で必ずやっておきたいこと。グレートバリアリーフでシュノーケルやスキューバーダイビングを楽しむ。ワールドクラスのリゾートホテルに宿泊する。世界有数のビーチに行く。と、このようにウィットサンデー諸島というのは観光地として非常に魅力的な土地のようです。しかし、このような魅力的な観光地もかかわらず、ウィットサンデー諸島は74の島々からなっていますが、リゾート宿泊施設があるのは4島だけです。そのため中国企業が
中国人のための島というものを持ちたがっているのもこの辺りに事情があるのでしょう。中国企業が島の大部分を買収することによって一体何が起こったのか、その悪いポイントというものは2つあります。まず第一に住民にとっては迷惑この上なかったということです。島の住民の移動というものはそれこそ大陸側との移動手段というのは船ではなく小型飛行機です。小型飛行機というのは当然のように飛行場から飛び立つわけですが、その飛行場に向かう道そのものが中国企業にとってはもう我々のものなんだから勝手に使わせないぞという形で通行禁止にしてしまったわけです。これによって島の住民というものはこれまでのように気軽に大陸に行くことができなくなってしまいました。そしてこの気軽に行き来ができなくなってしまったというのは観光客についても全く同じようにして不便になってしまい、そのためこの島にやってくる観光客というのは新型コロナ問題というものが発生するその以前からもう完全に止まったような状態だそうです。そして島に起こった悪い出来事、その2つ目というものは自然環境の破壊です。島の大半は国立公園に指定されているそうなのですが、それ以外の部分についてはまさに中国企業がやりたい放題だそうです。例えば砂浜にはウミガメの産卵する場所などもあるそうなのですが、中国企業にとってはそうしたウミガメ産卵などは観光資源でも何でもないと考えているようで、それこそプライベートビーチとして整備するためにあっという間に整地してしまったそうです。島の住民にとってはまさに最悪の展開としか言いようがありません。ではなぜこのように悪いことしか起こっていないような土地の買収が簡単に進められたのでしょうか。その背景にあるのがオーストラリアは海外からの投資を呼び込む国だという点がどうしてもあるからです。それこそ現在では中国の行ってきたことに対してオーストラリア政府は抗議をいくつかしており、そのために関係は緊張しています。例えば新型コロナウイルスの流行その最初の出発地は中国であるからもっと調査をすべきだと批判していたのはオーストラリアですし、その後中国が十分な対応していないこともまた批判していました。また香港問題などのような人権問題についてもオーストラリアは批判を繰り返しています。その他アメリカと歩調を合わせる形でファーウェイの 5G 通信網への参入などについてもオーストラリアでは阻んでいたりもします。ですから中国との間には緊張関係があります。そのような外交関係の緊張というものはあるのですが、一方に経済においてはオーストラリアにとって中国というのは非常に大きな貿易相手国で重要な国です。そして何といってもオーストラリアにとって言いたいのは、オーストラリア自身は資源国ではありますが経済大国というわけではありません。例えば皆さん考えてもみてください。オーストラリアの企業で非常に有名な企業がどこでしょうかと聞かれて答えることができるでしょうか。ほとんどの方はできないと思います。一方でオーストラリアで有名なものは何でしょうかと聞かれれば、例えばオーストラリアといえば牛だなと言ったり、もしくは鉄鉱石や石炭といった鉱物資源を挙げる方もおられるかもしれません。しかしオーストラリアの痛いところは何と言っても牛では経済大国にはなれませんし、また鉄鉱石や石炭というものは大量に取れることは取れても、それらを生かした産業というものがオーストラリアでは育まれてはいません。ですから土地の広いことを生かした畜産業や、もしくは土地が広いことによって鉱物資源が大量にあるこれらを生かして輸出することはできても、それだけでは国家としての発展というものは十分ではない。そのために海外からいかにして投資を呼び込むかということにも積極的になっています。そうしたこともあって現在のような緊張関係が起こる前であれば中国からの留学生というものも非常にたくさん受け入れていましたし、中国資本の受け入れというものも積極的でした。ですから今回のように島の大部分を中国企業が買い占めるなどということが可能だったわけです。この弊害というものはそれこそ国家としてはお金が大量入ってきてよかったなというだけで、島の住民にとっては迷惑この上ない話なのですから、このようなことを基本的には良いこととは言えないでしょう。そして今回の出来事というのはそれこそ日本でも発生し得る話です。現在でも日本では自衛隊の周辺の土地などを中国資本が買っている。これらは安全保障上の問題ですが、今回のような土地の買い占めと彼らがもう好き勝手してしまうよという問題もいずれは日本でも表面化することでしょう。例えば京都などでは日本人オーナーが手放した土地というものを中国人オーナーたちが次々と買い占めているといった問題があります。これらは現在はコロナ禍のため世界中から観光客が来れない状況ですから観光通りが泣いていますが、そのような状況というものが改善されれば、それこそ京都の街並みというものも見た目はこれまで通りであっても実際には中国人オーナーがほとんど買い占めるような街へと変貌していくことも考えられるのです。
もちろん京都だけの話ではなく、日本中どこででも起こりうる中国資本による買い占めと、それによって日本人の入れない治外法権のような場所というものもこれから十分に発生しうるでしょう。オーストラリアの例、そして今観光の話として京都を挙げましたが、これら以外の使い方として、それこそ北海道などにおいては、中国からの移民を受け入れるための広大な土地の整備をしようとしている人たちなどの話も聞きます。今回のニュース、オーストラリアの話というのは、土地の買収はされたといっても、あくまでもそれは土地の所有権を完全に中国企業が得たわけではなく、土地を使用するその賃貸権を99年間得たというふうにして、他の記事では解説されるのもされていました。そのように、最終的に彼らの土地になったわけではないというのが最後の防波堤なわけですが、日本の場合だと単純に中国資本も積極的に土地を買って、その土地というものを自分たちのものにできるという大きな違いがこのオーストラリアとはあります。現在自民党では自衛隊周辺のような安全保障上の問題がある土地については事前審査を行うように法律を改正しようといった話などが出ていますが、それ以外の土地についても、それこそ土地全般について海外資本が土地を完全に我が物にできるというこの基本そのものも今はもう変えるべき時にかかっていると私は思います。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。